テキラード思いたジョンです。今回はね、ナビ VS30、30、天外天というクランですね。心がいいということで。以前も、去年15とか14ぐらいの時にもね、このクランと実は対戦してたりするんですけど、中国のクランで、JX タイガーのメンバーがいるという形ですかね。中国系の組織僕そんなに詳しくないんでね、どのクランがどういう感じでみたいなよくわかんないんですけど、JX タイガーのメンバーがいますよっていうようなことになります。早速やっていきましょう。もはやね、JX タイガーのメンバーがいますよ、つってもね、JX タイガーって何ですかって聞かれることもあるぐらいのね、時代だと思いますのでね。世界大会優勝したクランですね。その時の準優勝は僕らでした。クイーンウォーカーズベースね、JX タイガーという決勝戦。こんなこともありましたね、ということで。まずはドラゴンラッシュ。これはワンチャンルートライダーバンされてる匂いがワンチャンするな、援軍からも。で、花火をぶち上げていくドラゴン編成。ちょっとこのアタック終わったら確認しますね。で、タウンホールもスムーズに折れて、中央にフリーズ打って、これで呪文が全て打ち切りになります。宝石のターゲットクイーン入ってるので、これクロークが、出ました。上にヒーラー出てきて、ヒーラー人形に当てるホーミングなのかなこれもしかして。最近外周ホーミングが食い火もねえのに多いなと思ってて。で、よくわかんないところに置かれてるあれとかもあったりするんだけど、そういうことかな。クイーンクロックが出てヒーラー人形に当たると嬉しいなみたいなホーミング置いてるのかな。そうか。もはやそういう感じなのか、ホーミングって。ラバルニとか突撃艦に合わせる必要ないからね。スーパーアーチャーみたいなのがね、やっぱ時間環境だと飛んでこないもんね。理解遅俺。こういうことなんだ。やはりね、ルートライダーはバンされてましたね。なので、こちらもドラゴンラッシュ返していきますということで。ホーミングの件に関してはね、自力で気づいたんで、本当にそういう意図があったかもしれない。でもヒーラー人形当たるようにホーミング外置くのは割と実用的だな。対戦、そうだよね。赤枠固めて相手も、こんなとこに置くんだって感じ。赤枠固められてますね。対空前。対空前赤枠なんだって感じ。さあ、ここは一機のクローンバルーン増やしていきますが、ちょっと奥の方は、トルネードとかもあって、伸びきらず。そうだよね。トルネとかいろいろトラップがなかった時に上振れで削ってくれるコンボではあるので、上振れ狙いの、あれは失敗と。いや、この安いうぜ。この安いシングルが簡単にクローンだけでね、突破できてればめちゃくちゃ美味しかったんですが、それでもドラゴンの数が多く、たどり着くことにできました。ドラゴンを内側に寄せたいよーってことで、シンプルな厄介なマルチアーチャーターを削しに行くロイヤルチャンピオンも9時下のところから登場。援軍にかからないといいな、これは。グランジョがね、まだポイズンも打ってしまったんでね、ちょっと強気のポイズンでしたね。ラバハウンド出てきてしまいます。能力使っていって、シングル IT なんでね、真ん中。このホグいいっすね。シングルのケアをしてくれて、ホグが折ってくれる。全員でラバ殴ってる間に、ホグがシングルインフェルノを潰してくれました。ナイス展開。今も強いよね。さあ、この人あれですね。JX タイがいた人ですね。バーバリアンカットからキング。クイーンの方はウォールブレーカーつけて、ジャンプとあれと使い分けてって感じですね。キングジャンプがこうやってスーサイドラバルとかでもね、使えるっていうところで、いろんな編成に対して応用が効くキングジャンプ強いですね。ウォールブレーカーの枚数も節約できるし。何よりやっぱキングの可動域を広げるっていうのはね、やっぱ、現代クラクラにおいてめちゃくちゃ大事ですからね。さあ、クイーンの方にシングル IT かかります。フリーズを使ってここはもうそこ延命しに行くんですね、クイーン。マルチ IT まで動けるような、ワンチャン右に流れてくれればっていうような葛藤するんだけど、左打ちが食い込みそうだな。それ、クロークシングル。クローク地帯、ナイスク。で、下側は一気のヘイスト、ラバストライカー、突撃艦、トーム。こ
まあ、クイーンはこれマルチの方には向かうんですけど、HP も低いのでどうなるか。テスラから追って、マルチは触るけど、触ることもできない。タウンホールの方は突撃艦で落としました。まあ、2時はね、テスラとかいろいろで守ることができるんですけど、ジモンがフリーズ一発そこに打ってあげる。で、バレンの方を進めていって、中央に関してはロイヤルチャンピオン任せました。能力解放。まあ、ホグヘイストがね、やっぱり強いですね。そういえばなんかヘイスト薬、なんか調整されてたよね。ノーマルのあれか、攻撃速度がつけた状態の攻撃速度が 1% とか、なんかスーパーだけ下がってんだよね。ほんで、スーパーだけ下がって、なんかレイジかなんかで乗ってる時にレイジが乗ってなかったのをバグ修正で直しましたみたいな感じだったっけ？これは真ん中貫くか安いを打ち抜くか。いや、安い打ち抜くの難しそうだけどな。21ってなると、21プラス、そうだよね。真ん中打ち抜き21プランよな。で、安い追って、マルチ IT 追って強いね。ジャイアントアロー。しかもこれをキングと合流して右に寄せていくカットね。ちゃんと初動の動きが右に行きそうだったのも偉いわ、クイーン。ちゃんと真ん中から出すんだけど、クイーンは右に向かわせるっていう場所から出してる。うまっ。ガントレッドキング。ポイズンターンのターゲット、キングの方で拾うことができる。援軍スーパードラゴン来た。ドラ系からすると結構すんなり進める援軍来ましたね。でタウンホールの方も突イエティで落としつつ、クイーンの方が、クロックはもう初手で使ってるんで、なんだけど、ここで突破することができました。フローズンアローとジャイアントアローということでね、もう超凶暴な組み合わせですね。アローアロー。通常の攻撃力がかなり高い組み合わせ。フリーズ間に合わず。これ間に合ったら、ユニコーンもまだ生きてたので、クイーンは相当強かったですが。しっかりね、先打ちポイズンでリクスケ出てくるところも、2つともポイズン圏内。大丈夫。しっかりこれが。その前に施設が消えた。もうすごいな。ドラゴンラッシュ大会だ。カズマくんもジャイアントアローの採用増えましたね。ただジャイアントアローを打つだけってちょっともったいないこともあったりして、インビジブルターンの解除とかがね、目的ならそれでもいいんだけど、それプラスでね、せっかく当てるなら施設も壊したいよってことでね、少量のライトニングクエイクを合わせることで、ジャイアントアローを無駄打ちしないみたいな感じかな。それが本当に強いね。ちょっとこれは、ボマーが、ドーム入らなかったんで、対空砲に撃たれてるのボマーだよね。これは、相手のアタックだからいっか。ラッキーボマーだわ、これは。これ本来ならボマーまだ割れてなく、なんならこの辺でね、HP 結構マックスに近いボマーがここで生き残ってたはずなんですけど、これでタウンホール起動して落としていくみたいなムーブされたところなんでね、やっぱ一つのトーム取ってもね、かなり結果が変わりますね。さあ、インドラ。これは外に流れてタウンホールが残り続けます。3時の下からロイちゃん採用、早めの能力解放で3時区画削って、これはどっちかというと、これもドラゴンのためのカットになってますね。ドラゴンの負担を減らす対空シングルカット。これでドラゴンが死なないような形をとる。で、なんかクイーンがね、あの状況からタウンホールを壊せちゃうんですね。タウンホール弱くね？タウンホール最近ちょっと元気ないな。さあ、クラウス。ファイヤーだね。ファイヤーボール。クランジョ巻き込みかなこれは。ポイズンないときはクランジョ巻き込むんですね。のロケバルラッシュ。この手の編成はロケバルと相性がいいみたいなことを考えているかもありますね。そっちから打つのか。で、アイゴレからの通常ウォールブレーカー、スニゴブカット、キングクイーン、ロイヤルチャンピオン、すべて採用。これ、間に合わなくね？ポイズン忘れ？ファイヤーボール間に合っていく、危ない。間に合っていって、ちょっとおでひの方は間に合わず、延命のフリーズとかかけたんですけど、ロイヤルチャンピオンにやられちゃった感じ、ちょっと忙しすぎましたかね。で、一気のロケバル隊。削ります。
まあ、本来ならこのレイジフリーズとかは、多分オデヒにレイジ使ってこの投石を突破しようみたいなプランニングだったと思うんですけど、まあ、ロイちゃんによって阻止。その分ちょっと、インフェルノ軍が残ってますよ。なんだけど、まあ当然ね、ランチャーからは援軍が出てきて、そのイエティが、インフェルノ折れて、テスラも折れ、テスラじゃないわ、イーグルマ折れて、で、クイーンの方が生き残って、超忙しいっすね、このプラン。ウォーデンが死ななければもうちょっとね、余裕のある展開を作れたかなっていうところなんですけど、まあ、時間を意識した結果ね、両サイド全てを同時展開しなきゃいけなくて、オデヒーを待つことが、本来はいいんだけど、時間を意識した結果、先に打たなきゃいけなかったんでね、ちょっと、バグりましたね、難易度が。最適解求めると、とんでもない速度でやんなきゃいけないことってありますからね。両サイド展開っていうところで。さあ、対戦相手、ドラゴン。これさ、ヒラ人形あいつ。今の角度、ジャイアントアローだと、安い折りそうだなとか思ったけど、これも。ボマー型っすね。強気のボマー。強いんだよな、ボマー型刺さると。で、シングルのところはスケルトン使って止めていく。外からキング処理ができる。ストライカーすら持ってきていない。でもこのエアスイは永遠にフリーズをかけ続ける。まあ、ジャイアントアローと初手で打っちゃうとタウンホールも起動しちゃうしねってところで。ジャイアントアローでエアスイおるよりはこうして普通にね。フローズンアローも強いからね。ジャイアントアローって打った後のクイーンがそんなに強くないんだよな。ヒーラー人形プラスのフローズンアローって、これが強いのよね。フローズンアロー強いからね。本当に強い。フリーヒーやってるともう、本当にこいつ強いなって思う。で、援軍に対してはポイズンが用意ある。いやー強いですね。対戦相手もルートライダーバンされて、結果的にはドラゴンを使うことで、やってるんですけど、ドラゴンの連動もありそうな感じ。なんか、普段からちゃんとルートライダー以外のユニットも触ってる感じがあるね。さすがは世界チャンピオン同士の対戦だなって感じ。レベルの高いドラゴンだし。さあ、71の天才ラバル星3。天才スポットはいくつかありますが、マルチ IT と宝石とかになるのかな。さあ、キングを3時出ていきます。クイーンをイーグル前、ボールブレーカー繋いでいきます。そうすると6時の方までってけど、まあ、さっき言ったところですね。あれ一発撃てなかったね。で、ラバルパートをスタートしました。すごいんですけど、なんか12時9時両サイド展開。で、追いバルーン、追いガゴ、突撃艦。いってらっしゃい。トームをかけていきます。12時区画さえ突破してくれればいいので、このトームにかかったバルーンで、ちょっと時間差マルチ IT に直接上げらせるね。これがうまいっすね。ちょっとこれは、トルネードプラスのエアスイプッシュでタウンホールの方に突撃艦が届かない。フリーズ打って届いていくタウンホールへ。で、クイーンのための道も作ってましたからね、最初の段階で。クイヒーになったものが6時区画入っていきます。ストライカーしっかりキングにぶち当てて、で、ロイヤルチャンピオンも能力残った状況なので、解放して一気に合流していく。うま。さすがに天才ラバル。ね、分かってますね。さあ、ここまでパーフェクト同士。ラストアタック。花火っぽいかな。安い寄りの花火っぽいですね。対空砲2つをロケバルカットして、スニングオブサイドカットからのドラゴン展開。エアスイーパーをここで追っていきます。で、クイーンの方をクジラルカセ。割と綺麗なルート作りができてますね。ただ、トームに入れなかったところ、これクイーンがね、防衛のクイーンが打ち抜いてくれています。で、レイジ。インビジブルタワーがあるところ、ここは手前で落として、一気のガーゴイル花火。タウンホール先に落とされていく。フィランジオまでこれを落としたいところ、落とされていって、残ったモノリスにも落とされていって、で、上のロケバル、対空砲ここまで買っていますね。じゃあ、アーチャーターンにも12時ちょうどバレーン残してるなら、
1体つけるだけでもな。ついでに折れたんな。ロケバルがターゲットを取ってくれてる間に。2-1で打つけるな、俺ならプランの段階で。さあ、ロイヤルチャンピオン、ドラゴンが残した真ん中、インフェルノのところに投げ込みますが、ちょっと重いんじゃないこっから出すには。時間意識してこっちから出したんかな。前回意識すんなら少し貯めて。いや、シングルにバルーン出してそっちフリーズ打つんだ。何じゃないそれは。タカノゾミザウルスしちゃったかなそれは。さあ、インビジブルロイちゃん。インフェルノをへし折って頑張れ頑張れするけど、ちょっとロイちゃんパートの選択ミスったんじゃないこれは。本来ならね、さっき折ったマルチのところ終点設計にした方がまだ、ここからクイーン壁打つ。まあなんか、で、アーチャーターンもバルーン1体残しといたので終わるでしょ。ゴブリン9体なんだこれ。ゴブリンめっちゃいるじゃんこれ。この投石とか打てるように9時から出したいんだけど、クイーンがこの壁打ちすげえ無駄になっちゃうな。謎の9ゴブがいるんですけど、すべて射程圏内。ゴブリンでターゲ取って、ゴブリンで施設を破壊するみたいな。あ、今なら通りますね。対地クロスがターゲット取ってる間に折り切りたいけど、出さないんだ。今なら迫撃砲しか防衛、ターゲット入らないから、ゴブリン出し得だったんですかね、金山。そうそうそう、どうせこれやんなきゃいけないんだけど、数のご利用しでいけるんかい。テクニックもクソもなかった。さあ、92% ということでね、ラストアタックは 93% 以上で終了というところなんですけど、ウイヒーラバルっすね。相手のアタック見て切り替えたんかな相当早いですね。これワンチャン2個ともプランを決めてた可能性ありけり。もともと知ってる配置だったのか、みたいな、なんかちょっとモノリスも降りたそうというか、モノリスマルチの方が折れたら嬉しそうなんだけど、どうなんだこれは。いや、モノリス降りたいよな。うん。残った3時に出すってことか。ボールブレーカーはこれモノリスに向けて投げる形になりましたね。鼻も開いて。頑張れ、キング。へし折るんだ。強すぎ、それ。アントレット強すぎて。いいベビドラっすね。3ホールの方にクイーンが進みます。いいルートができている。エイジター乗ったのも投石だけ、そこはフローズンアローで固められる。マルチ IT も固められて、うん。とどめの食い火ですね。よ。食い火対策されてる配置なんてもう、この環境置いてあるわけないもんな。さあ、ロイヤルチャンピオン出していって、クイーンを内側に戻したいってことですね。3ホールの方にスライドしてくれたのを確認してから、9時からラバルパートスタートします。で、クイーンの方レイジ。レイジターンもあるんでね。クイーン、そうですね。インビジブルちゃんと打てる。けど、クロークも、自分で打ったかな今のは。きばいな。なんかオートでも出そうなタイミング。インブ打ったってことはクロークは打ってなさそうかな。一気のドーム、ロイヤルチャンピオンが入ってないので、ここは能力駆け上がってフリーズがたくさんあるというところをラスト決めていく。一応ね、92% 以上で同点及び逆転という形なんですけど、前回待ったなしですね。圧倒的ユニット量残しての前回、いい食い火。言うてもなんだろう、確実なプランとして食い火採用したときに、ちゃんと食い火ね、確実プランとはいえ、前回しっかり決めるのね、大事。バーサス。はい、というわけでね、終わりまして、15対14というところでね、素晴らしい試合だったし、最後までね、わからないいい試合でしたね。特にルートライダーもバンされてる環境なので、そうか、ルートライダーいないのか。ってなると最後、プランニング、ルートライダー以外の速度編成を、もしかしたらそっちがそんなに自信なくて5番手残ってた可能性はワンチャンあるよね。ドラ渋いなみたいな。いけるかどうかわかんないから、2個ネットいて、みたいなのが、ルートライダーなかったら、そういうこともできるよね。ルートライダーあったら多分ね、確実プランもルートライダーになると思うんだよね。逆になんかちょっと緊張するかもね、クイヒーとか。はい、というわけでね、今日もすごいいい試合だったかなと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。